今年何度目かの雪が岩に真っ白く残っている。だが秘湯と言われる湯の中に浸っていると、外の寒さがかえって心地よい。静かだなあ。医大生の古川明はほっと目を閉じた。聖子のやつ、辛かったこの1ヶ月が走馬灯のように頭をよぎる。結婚まで誓っていた聖子が俺を裏切っていた。ね、いつもの時間にいつもの場所で。オーケーよ。聖子、何やってんだ。あら、アキラ。多すぎ。貴様、聖子は俺のアキラ、乱暴はダメよ。ごめんね、いつか話さなきゃと思ってたのよ。でもちょうどいい現場見られちゃったもんね。大杉くんのこと好きになっちゃったんだ。マジかよお前。じゃあ俺との約束は、結婚する約束は。だからごめんって言ってるでしょ。心が離れちゃったんだもん。仕方ないじゃん。あっけらかんと言ったもんだ。愛し合ってると心から信じてたんだ。聖子がいる俺の人生はバラ色だった。ちきしょう、惨めだよ。もう生きていたくねえよ。アキラは音を立てて湯に潜った。ここならどんなに泣いたって恥ずかしくないもんな。突然バシャバシャ言おうとがして、男女のはしゃぐ声がした。嫌だ、こうじったら。混浴なの。見て見て、ほら手ぬぐいだってかけられるぞ。バカ、エッチね。なんだよアキナ、愛してる証拠だろ。こら逃げるな。誰かいる？すみません、誰もいないと思っちゃって。生まれたままの二人に立ちすくまれて、アキラは真っ赤になって口ごもった。いい湯ですね。僕遠藤です。彼女は白石アキナ、よろしく。古川です。どうも。僕たち来年結婚するんです。それは明日私の実家に行くことになっちゃって。それはおめでとう。じゃあお先に。どうも。悪いな、なんだか追い出したみたいで。アキラは振り返らず湯を上がった。またふざけ合い始めた二人の幸せそうな声がはじけた。外はまた雪になったらしい。もう風呂に行く気にもならず、こたつの中で夕食を済ませ、早々と布団に入った。持ってきた本を開いてみたが、さっきのカップルが目に浮かび、字が踊った。あの子、ちょっと聖子に似てたな。まだあいつのことが忘れられないのか。ちきしょう、東京を離れれば少しは吹っ切れるかと思ってバイトの金全部使ってこんな山奥まで来たのによ。俺はアホか。急に東京のあの喧騒さが懐かしくなった。帰ろう、明日は東京へ帰ろう。いつの間にか眠ったらしい。突然バタバタと行き交う足音に目が覚めた。うるせえな、まだ9時だぜ。なんかあったんすか。えらいこっちゃ。霧の間のお客さんが急に具合が悪くなりましてな。あの若いカップル。古川さん、あんたお医者さんでしたな。いや、卵ですけど。卵でもひよこでもいいですけ。はよ来て見てつかわさい。番頭が有無を言わさず手を引っ張った。番頭さん、ダメみたいだよ。そげんか。遠藤さん、古川さん、大変だ。アキラが急に苦しみだして、もう意識もないんだ。どうしたらいい、どうしたら。アキナは布団の上で肌を見せたままぐったりと白目を向いていた。隣の布団が乱れていないところを見ると、寸前まで同じ布団にいたらしい。アキラは急いで脈を見る。まずい、プレスも触れない。ダメだ、心臓が完全にストップしてる。死んでますか。どうしよう。落ち着いてください。死因はよくわかりませんが、まず警察に届けてアキラさんのご実家にも。
アキラの実家異常なほど怯え慌てふためく遠藤。しっかりして、ご実家はどこです？この山の奥の鬼木村と聞いています。鬼木村だと？宿の者たちが唇を震わせ顔を見合わせた。警察や検視官が慌ただしく出入りし、知らせを受けて秋名の身内が飛んできた頃、遠藤浩二の姿はどこにもなかった。誰も気づかぬうちに逃げたのだ。古川先生、お身内の方が見えましたが。番頭さん、僕はまだ先生じゃありませんたら。遠藤さんはまだ見つかりませんか？へえ、それがどこにもおらんので、靴もなくなっておりまして。いないったって、死んだ恋人を置いてですか？まあ逃げ出す気持ちはわからんでもないけどね。先生、ここんところはどんぞよろしく。仕方なく部屋に戻ると、部屋の隅の黒い影が動き、深々と頭を下げた。秋名の父でございます。古川です。この度は突然なことで何とも。死因は突発性の心不全とか。なんとまあ、秋名、とんだことだったの。父さんや母さんより先に行くなんてよ。父は娘にすがり、さめざめと泣いた。皆、明日を楽しみにしてたのによ。秋名、母ちゃんがすべて用意して待っとるで、婿様と一緒に家さ帰ろうの。ひょっとしてちょっとお父さん、僕は違います。秋名さんのお相手じゃありません。遠藤さんとか言って、その人は逃げたんです。おい、早く運ばないかい。秋名の父は明が何と言おうと聞き入れず、連れに命じどんどん事を運んだ。お荷物も積みましたで、婿様もどうぞお車に。お願いしますだ。哀れと思って。父親が涙をためためで懇願するように頭を下げる。何よりも恋人に捨てられた秋名が哀れだった。それに年老いた父親の丸まった背中の寂しさが胸に突き刺さる。これも何かの因縁かも。いいか、葬式だけ付き合ってやるか。この後に世にも恐ろしいことが起こるとも知らず、明はしぶしぶ車に乗った。スノータイヤの車は雪深い山道を渓谷沿いに奥へ奥へと進み、やっとその村に着いた時には真夜中を回っていた。夜の闇がこんなに濃いとは知らなかった。墨を流したような暗闇に人玉かと思える迎え火が揺らめいた。お疲れさんでやんした。ずいぶん奥の村なんですね。秋名さん、ここで育ったんだ。さいです。さあ、どうぞどうぞ。闇の中からひそやかな泣き声が重なって聞こえた。娘の亡骸を囲んだ母や身内の者らしい。近づくにつれ、驚くほど立派な屋敷が見えてきた。村でも相当な豪農らしい。婿様、ご案内いたしやす。僕は違うんだって。早くし！どうしようもなく寒い。気がついたら宿の浴衣のまんまだ。何しろ早く温まりたい。弁解はそれからだ。早くし！通された部屋の中は暖かく、酒の用意もされていた。秋名さんはお支度中なもんで、しばらくおくつろぎくだせえまし。ああ、そう。何しろ寒くてやれやれ、ほっとした。アキラは火鉢にかじりついた。お熱いとこどんぞ。すみません。へえ、タイのお頭付きか。土地によって違うんですね。あ、うまい。だって葬式だっていうのに、なんだか華やかじゃないですか。まるで祝い事みたいだ。小1時間ほど経っただろうか。廊下にひたひたと音がして、襖が開いた。
大変お待たせいたしやした。礼装した父親と母親が手をついた。どんぞ花婿様、お召し替えくださいまして。お父さん、何度言ったらわかるんです。僕は彼女の相手じゃないんですって。本当に昨日初めて会ったんですから。名前くらい聞いてるでしょ。その男は遠藤と言って。は、何ですか死って。人に聞かれるとまずい。申し訳ない。こらえてくんなさい、古川さん。お願いです。最後の日に明菜が男に逃げられたとなると、あまりにもあの子が哀れで。それに後世まで村の笑い者にされて、あの子も浮かばれますまい。あの世にも行かれますまい。どうかこれで堪忍してくだされ。父は分厚い札束を置いた。金か、バイトってことか。これはこの村に昔から伝わるしきたりでガンス。結婚を前に死んだ者は式を挙げさせてあの世に送るのが村の伝承。資料庫？分かったぞ。あいつはこのことを知っていて逃げたんだ。一晩でいいですけ。どうか明菜を助けると思って。冗談じゃない。死人と結婚式だなんて。断る。他のことならともかく結婚式は嫌だ。離せ離せ。逃げる明を父ががっしりと押さえつけた。婿殿のお気概じゃ。してくれ。明は力ずくで裸にされ、瞬時に礼服に着替えさせられた。こりゃまあ立派な婿殿じゃて。明菜さんとお似合いだ。さあこっちおいでましな。逃げようにも無言の男たちが不気味だった。俺はいい。花嫁様が首を長押して待っておられますでな。震えが闇とともに這い上がってくる。鬼火のような青い火が揺れる。闇がよどんだ向こうに金屏風が巡らされ、その前に白むく姿の明菜がいた。死体が花嫁衣装を着てる。さあ座ってくんなさい。立ちすくむ明を男がドンと押した。花嫁姿の明菜ががっくりともたれかかった。真っ青な血の気のない顔に彩られた赤い紅が生々しい。鼻先でかすかに刺繍が漂った。向こうへ行けよ。なんと婿様が恋しいと見える。さあ祝いのお杯よ。とんでもない。杯だなんて。暗い縁石から非難の目がじっと明を見つめている。まるで悪夢だ。子女と三々九度だなんて。どうぞ杯を交わしてこの子を潔くあの世へ送ってやってくださいまし。さもないと悪いものが取り付いて。明はもうやけくそになっていた。逃げられやしない。どうせ形ばかりのことなんだ。金ももらっちゃったしな。バイトだぜ明。我慢しちゃえ。よかったよかった。お母ちゃんも安心したで。これで心置きなく旅立ちしとくれ。母にゆすられ明はガクガクと顎を鳴らすとだらりと舌を垂らした。死後硬直が溶け始めてる。明は部屋を飛び出し式服をかなぐり捨て着替えると酒を浴びるように飲み続けた。朝が来ればこの悪夢も終わる。だが明は自分の甘さにすぐ気づかされた。なんだ初夜の床。お離れに新床のご用意が。氷瀬話せったらたっての頼みで結婚式とやらをやってやったんだ。今になって婿さん往生際が悪いべ。明菜ちゃん待ってるで。初夜に花嫁を一人にしとくのは危ないからの。怖えぞ騙されんようにな。酔った明は手取り足取り担がれて離れに連れ込まれ鍵までかけられてしまった。
1分かそれとも1時間か眠っていたらしい。線香の香りにむせて目が覚めた。辺りは深々と物音一つしない。こんもりと膨らんだ友禅の布団のあたりから刺繍が強く漂ってくる。枕が2つ。よしてくれよな。一緒に寝ろってのかよ。今更ながらにこの村の薄気味悪い風習がひたひたと迫ってくる思いがした。死人と俺を押し込めて村のやつらは闇の中で息を殺しているに違いない。遠藤のやつ、この村の風習を知ってたんだろ。そうだろ、秋菜。だから俺に押し付けてあいつ逃げちゃったんだ。まったくいい迷惑だぜ。こんな薄気味悪い役を押し付けられてよ。あいつぶっ殺してやりてえよ。ふうと息を吐く気配がした。アキラはぎょっとして振り返った。アキナの顔にかかった白布が少しずれて気味悪い死斑が見えていた。よしてくれよな。俺恐怖映画ダメなんだ。慌てて屏風で死体を隠した。なんてことないさ。学校の解剖室だと思えばいいんだ。金ももらったしな。バイトだ。朝さえ来れば。アキラは自分を慰めながら焼け酒を煽った。目の端で白いものがかすかに動いた。指。黒髪がバッサリと垂れ下がり、死んだはずのアキナがじっと伺っている。出た。白く濁った目がひたりとアキラを捉えた。抱いて私を抱いて。くぐもった声が出、つぶやきながらアキナがもぞもぞと近づいてくる。助けてくれ。ここを開けろ。開けてくれ。鍵がかかってる。誰か。来るな。アキナがふわりと宙を飛び、アキラに抱きついた。吐き気を催すような刺繍、紫の死斑が浮いて崩れかけた顔をすり寄せた。こうじさん。寄るな。よく見ろ。俺はコウジじゃない。違う、コウジじゃない。よかったぜ。分かってくれてさ。あの人はどこ。あの人は。さあな、結局君は捨てられたんじゃないの。騙したのね。よしてくれ。騙されたのは俺の方だぜ。君だって死んで間もないんだ。少しは覚えてるだろ。ほら、君が死ぬ前にあの温泉で俺と初めて会ったろ。亡霊のアキナはぼーっと濁った目で遠くを見つめていた。生きていた頃の記憶を手繰り寄せるかのように。そう、あなたは死ぬ気であそこへ来た。アキラは脳みそを殴られたような気がした。どうしようもない無念さ、悲しさ、虚しさが体中に染み込んでいく。アキラは急に50歳も年老いた気分になっていた。聖子。そうだった。俺は聖子に裏切られて辛くてあそこへ行ったんだ。授業料だって使い込んじゃったし、テストの点数も最悪だった。もうダメかも。絶望が氷のように突き刺さる。生きていてもう仕方ないかも。亡霊の甘い誘いが聞こえる。そうかもな。このままじゃ医者にだってなれるかどうか。私
私と一緒に行きましょうか。なぜかアキナの死の誘いがきらめいて聞こえる。アキナの死に顔が聖子に見える。聖子が笑ってる。君！さあ行こう。二人でいれば怖くないからあの川を渡ればいいの。いつの間にか目の前にとうとうと流れる川が広がっていた。さあ行くわよ。アキラが一歩足を踏み出そうとした時だった。いけませんアキラ。この川を渡るんじゃない。生きるんですよアキラ。母さん！死んだ母の声だった。慈愛に満ちた声は聖水のようにアキラに染みていった。もうどこにも川は見えなかった。凍りつくような寒さにアキラは震えて飛び起きた。寒い。俺どうして野宿なんかしてたんだ。これ東京までのチケットだ。ということは頭の中に消しゴムをかけたように何もかもきれいに忘れていた。なんかまるで狐にでも騙されたみたいだ。裏切った聖子への恨みもすっかり消えている。大好きだった母に肩をポンと叩かれた気がしてはっきりと目が覚めた。やば、明日経過の実習があるんだ。近くで列車の音がする。駅が近いんだ。鼻を膨らませアキラは山を駆け下りていった。